皆さんこんにちは。可愛いフューチャーベースを作った時、サウンドやアレンジはバチバチに決まったのに、なんか違うんだよなって思ったことありませんか？そうなんです。なんか違うんです。実はコード進行の作り方に秘密があるんですよ。教えていただけるんでしょうか？なんとかしましょう。秘密その1、マルサ進行におけるセカンダリードミナントの役割。キラキラ系シンセがサウンド面の装飾なのに対して、マルサ進行はおしゃれ感やエモさによってリスナーの感情を揺さぶる役割があります。両方揃って初めて可愛くなるんですね。そうなんです。マルサ進行がエモい理由にセカンダリードミナントの存在があります。どれでしょうか？ E7 です。C メジャーのダイアトニックコードを思い出してください。ドミナントコードはトニックに向かって強い力で進む性質を持つ唯一のコードなんです。だったらトニック以外にも進めるドミナントがあったら便利だよねって考えがセカンダリードミナントなんです。Amセブンスを仮のトニックと見立てた場合、解決するドミナントは E セブンスになるので、もともとあった E セブンスと置き換えてしまいましょう。E セブンスの3度の G が半音上がって生まれた G シャープが A に対して半音で強く進む性質を持っています。この半音進行が楽曲にエモさを発生させる理由になっているんですよ。ドミナントコードには重要な役割があるんですね。秘密その2、リレイテッド2マイナーを使ったセカンダリードミナントの拡張。セカンダリードミナントに対する2マイナーコードのことをリレイテッド2マイナーと言います。仮のトニックに対するドミナントが成立するなら、それに進む2マイナーもありだよねって考えから来てるんですよ。なるほど。この流れはどこかで見たことがありますね。そうです。251になっているんです。いきなりダイアトニック外のセカンダリードミナントを登場させるより、それにつながる2マイナーを置くことによってスムーズな流れを作ることができるんですよ。秘密その3、テンションコードとアレンジの関係。元になるスケール上でルートの2度上の音を足したものがナインスコードになります。3と7のコードはナインスがルートの半音上にあるため響きが濁りがちです。基本的には使わない方が無難ですね。逆にセカンダリードミナントの場合はコードの元々の不安定さと相性がいいのでよく使われます。ところでコードを打ち込む時の配置に迷ってしまうんですが、おすすめの方法はありませんか？コードを打ち込む時はつなぎ目を滑らかにするのがポイントになります。共通音がある場合はそのまま保留、半音で移動できる場合は優先してつなげる。この2つのルールで配置してみましょう。最初は難しいと思うので、とりあえず音程差が滑らかになるように心がけてみてくださいね。コードをきれいにつなげてあげると、それ自体をフレーズとして使うことができるんですよ。いくよ。できた。かわいいフューチャーベースのコード進行について分かってきましたか？もちろん完璧ですよ。次回はアレンジについて解説していきますね。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。